夜が明けて窓から日が差してきた。爽やかな朝。うちの子たちの元気な泣き声が聞こえてきた。賑やかな一日が始まった。と思ったとき、突然の静寂が訪れた。私が家に帰ってくると、部屋のどこからかガサガサする音がしました。音のする方を見てみると、2羽の小さな子が部屋の片隅でうずくまっていました。すぐにケージに入れて保護。2羽とも元気そうでよかった。白い羽の子は飛ぶことができたので、そのまま様子を見ることにしました。問題は青い羽の子。青い羽の子はまだ飛ぶことができない。巣立ちにはまだ早かったみたい。なので私が保護することにしました。私を怖がらず堂々とした子で少し安心。一人でご飯を食べる練習をしました。いっぱい食べてくれてよかった。青い羽の子は私に向かってピヨピヨと話しかけてくれたので、ピヨと名付けることにしました。私がお出かけする際、ピヨをケージに入れると、私を追いかけるように柵に登り、こんな顔で見つめられた。お出かけするのを躊躇してしまう。ピヨと添い寝、この子のぬくもりを感じると、守らないといけない、と心から思いました。ある日、いつものようにピヨのお世話をしていると、マルコが来てくれました。マルコはピヨの兄弟でも親戚でもないけど、ご飯をあげて他の子から守ってくれました。とっても心強い。こうしてピヨは順調に大きくなり、そして飛び立ちました。巣立ちした後もパパが面倒を見てくれて、白い羽のお兄ちゃんも寄り添ってくれました。みんなに育てられたピヨは活発な男の子になっていきました。初めて見たブランコにも興味を持って挑戦しました。妹のランにちょっかいをかけて、パパに怒られていました。いろいろな経験をしたピヨも大人になっていき、気になる女の子ができました。その女の子はピヨより1歳年上の子。ピヨとは正反対のとてもおとなしい女の子でした。この子の名前はピカと言います。名前の由来はピヨの一文字と光り輝く未来の意味で、ピカと名付けていただきました。ピヨはピカを見て一目惚れし、猛アピールをしました。そしてピカはその気持ちを受け入れました。それからピヨとピカはずっと一緒にいました。とても仲良しのカップルです。たまには喧嘩することもあったけど、すぐに仲直りします。いつも一緒に遊んで寄り添い合ったピヨとピカ。こんな幸せの日々がずっと続くと思っていた。ピカが体調を崩しました。ピヨは心配して話しかけてくれています。ピカを元気づけようと、ピヨはテンション高めに接してくれています。
お休みするときもそばに寄り添ってくれました。数日が経ったとき、ピカの鼻の色が青色に変わってきました。鼻の色はホルモンが関係していて、発情期の時や病気になった時も鼻の色が変化します。ティオはピカが少しでも元気になってもらおうと、ずっとそばにいて励ましてくれました。その甲斐あってピカは元気になりました。ティオも嬉しそうです。しかし長くは続きませんでした。ピカはあまり動かなくなりました。ティオはずっとそばにいてくれました。優しく話しかけてくれて、ピカも安心して落ち着いているように見えました。そのピカを献身的に見てくれていたティオが体調を崩したのです。お互いに支え合うティオとピカ。ティオはピカに元気になってもらおうと、自分が体調が悪いのに無理をして元気そうに振る舞っていたのかもしれません。明日には揃って病院に行く準備をしました。なんとか元気になってほしい。またには揃って飛び回る姿を見せてほしい。と思いましたが、願いは叶いませんでした。次の日の朝、突然、ティオが倒れたのです。静まり、そわそわするうちの子たち。すぐにティオを抱えましたが、虹の橋を渡りました。一人ぼっちになったピカ。他の子たちも心配して近づこうとしましたが、ピカはみんなを避けるようになりました。誰も来ない場所に佇むピカ。日が沈み、みんなが寝静まる頃、ピカはティオのもとに旅立ちました。出会ってからずっと一緒だったティオとピカ。喧嘩した時もずっと一緒。体調が悪くてもお互い支え合っていた。生きている間のほとんどの時間を一緒にいた。これからもいつまでもずっと一緒に。